生か死か。それから夜明けまでの数時間、風は絶え間なく吹き、波はいつまでも騒いでいましたけれど、幸い嵐にもならず、ボートは果てしもなく流されるばかりで、転覆するような心配はありませんでした。泣きたいだけ泣いて、やっと泣き止んだ三少年は、最前からの働きと恐れのために、身も心も疲れ果てて、もう何が何だかわからなくなっていました。眠いけれども眠るわけにはいきません。と言ってはっきり起きているのでもなく、生きているのか死んでいるのかわからないような数時間がようやく過ぎ去って、やがて空がほんのりと明るくなり、海の果てに血のような真っ赤な赤色が流れて、びっくりするほど赤い太陽が水平線の上にじりじりと差し昇ってきました。とうとう夜が明けたのです。ふと気がつきますと、いつの間にか風が止んで波も静かになっていました。あ、波が静まったよ。僕らは助かるかもしれないぜ。泣き出すのも早ければ元気になるのも早い保くんがボートの中にむっくりと起き上がって大きな声で叫びました。他の二人もその声に励まされて思わず起き上がり、泣き腫れた顔でほのぼのと白んだ海の上を見渡しました。太陽は見る間に波を離れて、水平線の1メートルほど上に真っ赤なお盆のような姿を見せています。空は一面に明るくなって、暗かった西の方の水平線も見渡せるようになりました。ところがどうしたというのでしょう。東にも西にも北にも南にも、ただ糸のような水平線が続いているばかりで、陸地らしいものはどこにも見えないではありませんか。三人はびっくりして青ざめた顔を見合わせました。そして自分たちの目がどうかしたのではないかと疑うようにしきりと目をこすりながら遥かの水平線を探し続けました。あ、あれだよ。ほら、あれは雲じゃないよ。確かに陸地だよ。きっとあれがセレベス島に違いないよ。でも遠くまで流されたんだね。もうとてもあそこまで帰ることなんかできやしないよ。哲夫くんがずーっと向こうの水平線に霞んで見える長い陸地らしいものを指さして涙ぐんでいました。いつの間にこんなに遠く流されたのでしょう。三人はまるで夢を見ているような気がしました。それにしてもなんという海の広さでしょう。世界中が空と水ばかりになってしまったようで、その真ん中にポツンと小さな小さなボートが浮かんでいるのです。三人はもう物を言う力もありませんでした。ただじっと泣き出しそうな顔を見合わせているばかりです。長い長い間、まるで死んででもしまったように、そうしてじっとしていましたが、やがて一郎くんが何かを思いついて元気に叫びました。でも、まだ助からないと決まったわけじゃないよ。どこかの汽船が通りかかりさえすればいいんだ。そして僕たちを見つけてくれさえすればいいんだ。だって、いつになったら汽船に出くわすか分かりやしないよ。それに、ここが汽船の航路からずっと遠くだったらどうするの？感慨深い哲夫くんはなかなか安心しません。そんなこと言ったって仕方がないじゃないか。僕たちは運を天に任せて、汽船が通るまでじっと待っているほかにどうすることもできやしないんだ。一郎くんが怒ったような声で言い返しました。そりゃあそうだけど、でもお腹がすくし、喉が渇くよ。汽船が来るまでに僕たちは飢え死にしてしまうかもしれないぜ。哲夫くんの言うところももっともです。そういえば三人とも実はもう腹がペコペコになっているのです。犬も何か食べたいのか、最前からくんくん鼻を鳴らし続けているではありませんか。おい、それなら安心したまえ。
僕たちはちゃんと食料を持っているんだよ。二人の話を黙って聞いていた保くんが、なぜか急にニコニコして口出しをしました。え、食料だって？何言ってるんだい？からかうんじゃないよ。へへへ、そう来るだろうと思った。ところが、ちゃんとここに食料が隠してあるんだよ。欲しくないのかい？僕一人で食べてもいいのかい？えへん、僕様はやっぱり偉いな。保くんは肩を怒らせ、両手で握り拳を作って、それを自分の鼻の上に重ねて、天狗の真似をしてみせました。茶目のターコーはこんな時でも、つい日頃の癖が出てしまうのです。本当かい？じゃあ見せてごらん。一郎くんがそれにつられて笑顔になって言いますと、保くんはボートの底から白い布の袋のようなものを取り出し、その中から大きなバナナの房をニューッと差し出してみせました。あ、バナナ！一郎くんと哲夫くんとは思わず一緒に叫んで、その方に手を出しました。そして、保くんがちぎってくれたバナナを受け取りますと、いきなり皮をむいて、そのみずみずした白いおいしい実にかじりつくのでした。海賊船を逃げ出すとき、保くんが白い袋を大切そうに持っていたのを、読者諸君はご存知でしょう。その袋にはバナナと缶入りのビスケットがどっさり入っていたのです。ことにバナナの方はメナドコで積み込んだ木からちぎったばかりの新しいやつで、日本の内地などでは思いも及ばぬほどおいしいのです。じゃあ君は僕たちがこんな目に遭うことをちゃんと知っていたのかい？一郎くんがさもおいしそうに口をもぐもぐやりながら不思議らしき尋ねますと、片手で犬にビスケットを食べさせていた保くんがニコニコして答えました。そうだと偉いんだけどね。本当は僕が食いしん坊なのさ。あの時、メナド港に着くまでの間にお腹が空きそうな気がしたので、族の料理場から湿気してきたのだよ。どうしてそれを今まで隠していたのさ。だって、君たちはいつでも僕を食いしん坊、食いしん坊って言うんだもの。恥ずかしかったんだよ。保くんは無邪気に笑いながら、とうとう白状してしまいました。でも、保くんの食いしん坊のおかげで、三人は倹約して食べれば、2日ぐらいは腹を空かさないでもいいことが分かって大安心でした。保くんが欲張ってうんとこさと持ち出してきてくれたのが、思いもかけぬ幸せになったのです。食いしん坊なんてからかうどころではありません。ありがたくって拝みたいくらいです。お腹が膨れてしまうと、三人はボートの中に横になってぐーぐー寝込んでしまいました。あんなにひどい働きをした上、一晩中眠らなかったのですから、もう我慢にも目を開いていられなくなったのです。静かといっても太陽のことですから、時々大きな波のうねりが襲ってくるのですが、三人はもうそのくらいのことには怯えません。ぐーぐーいびきをかいて眠り続けるのでした。それから2日間は何事もなく過ぎ去りました。三人が待ちに待っていた汽船は一向通りかかる様子もありませんでしたが、海は鏡のように静かでしたし、食料はありますし、命には別状もなく過ごすことができました。何より困ったのは、赤道に近い太陽の暑さでしたが、三人は残っていた一本のオールをボートの中にハスに立てて、みんなの上着をつないで、火覆いのようなものをこしらえ、やっと暑さをしのぎました。それに南洋では、どんな天気の良い日にも、一日に2回も3回も、スコールという夕立のような雨が降りますので、その度に体中がずぶ濡れになって、暑さを忘れ、その雨を両手に受けて、
乾いた喉を潤すこともできるのでした。でも、それは今生きているというだけのことで、乏しい食料が尽きてしまえば、もうおしまいなのです。それまでに汽船が通ればよいけれど、もし通らなかったら、誰も知らない太陽の真ん中で飢え死にしなければならないのです。世の中にこれほど心細い恐ろしいことがまたとあるでしょうか。気の弱い者はそれを考えただけでも死んでしまうほどです。ところが、ああ、なんという運の悪いことでしょう。少年たちの行く手にはもっと恐ろしいことが待ち構えていました。汽船が通らないとか、飢え死にをしそうだとか、そんな心の中の苦しみではなくて、もっと差し迫った命がけの危難が三人の上に襲いかかってきたのです。それは海の上では何よりも怖い暴風雨でした。賊の船を逃げ出した夜も風が吹きましたけれど、嵐というほどのものではなかったのですが、今度は本当の嵐がやってきたのです。海の魔物が小さなボートをひとなめにしようと、恐ろしいうなり声を立てて攻め寄せてきたのです。二日目の夜のことです。ボートの中で心細そうに話をしていた三人の頬を突然ヒューッと音を立てて妙な風が吹きすぎました。あれ、今のなんだろう、変な風だね。びっくりして思わず空を見上げましたが、するとつい先ほどまで砂をまいたように美しく光っていた星が一つも見えなくなっているではありませんか。おや、空が真っ暗だよ。雨かしら。言う間もなく、またしてもヒューというものすごいうなり声を立てて、気でも狂ったような風が吹きつけ、大粒の雨がぽつりぽつりとボートの上に落ちかかってきたかと思うと、たちまち滝のような大雨になり、それが海面を打って海全体が白く泡立ち揺らぎ始めました。無論スコールではありません。そんな生優しいものではないのです。嵐だ。みんな気をつけて。しっかりボートに捕まっているんだよ。一郎くんが叫びましたが、もうその叫び声さえ耳に入らないほどです。海はみるみる波立ってきました。そしてボートがまるでブランコのように揺れ出したのです。ブランコが一振りごとに高くなっていくように、波は一波ごとにその勢いを増してきました。海賊船で働いている間に出会ったあの嵐にも劣らない恐ろしい風と雨と波です。ダメだ。今度こそボートがひっくり返るかもしれない。君たちしっかり捕まっているんだよ。あ、いいことがある。この縄でみんな体をボートに縛り付けよう。さあ、手伝っておくれ。こういう時に一番しっかりしているのは一郎くんです。とっさにうまい工夫をしました。ボートの底に予備の引き綱が丸く巻いてあったのを思い出したのです。三人はその綱を伸ばして互いに助け合って、みんなの体を次々とボートの腰掛け板に縛り付けました。犬も保くんに抱かれたまま同じように縛られて身もだえしながら吠え立てています。ゴーゴーと闇の空をかすめ去る風の音。波は刻一刻と高くなってきます。三人はもう目も見えず耳も聞こえず、ただ死に物狂いでボートの腰掛け板にしがみついているばかりです。スーッとエレベーターにでも乗ったように上へ上へと持ち上げられる感じ、それからまたスーッと地底へ吸い込まれていくような感じ。ボートは山のような波に乗せられたかと思うと、次の刹那には波と波との谷間深く滑り落ち、落ちたかと思うとまた高い高い山の上へ吹き上げられていくのです。ああ、もう運の尽きです。
この大嵐がにわかに静まるはずはありません。ボートは転覆するに決まっています。転覆すれば三人の命はないものです。なんという気の毒な少年たちでしょう。やっとのことで海賊船を逃れたかと思えば、細流といういたずらの者のために恐ろしい太陽の真っ只中へ押し流され、それでもまだ足りないで、今度はこの大暴風雨です。なんてまあ意地悪な神様でしょう。神様は本当に三少年の命を取っておしまいなさるのでしょうか。それともまた少年たちを偉い人にするためにわざとこんな恐ろしい目に遭わせて、その勇気をお試しになっているのでしょうか。